I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is.おはようございます。富士山とご来光です。はい、今私は茶臼小屋の前にいますけれども、はい、ちょっとこう確認するとこんな場所にいます。ここは茶臼岳の真下にある茶臼小屋です。で、今日は冬季小屋、こちらをね利用してるんですけどね、お日様が昇りました。いや綺麗ですね。多分ね、動画見てる皆さんは、こんばんはかもしれないんですけど、今6時台、ちょっと遅いけど、山にしては遅い時間ではあるが、今私たちはね、南アルプス、静岡県にいます。で、後ろは富士山だけど、ここはね、茶臼岳と上高地岳という2つの山の、真下、直下ですね。で、昨日は茶臼岳に行ってきたので、今日は上高地に行ってきます。で、上高地はね、字は上高地とは違うからね。はい、上川地と読みそうだけど上高地って読みます。で、上高地は200名山の一つで、標高は2800の高山で、今は5月中旬ですけど、ご覧の通りも雪はほぼありません。もうないと言ってもいい。谷にちょこっとあったぐらいで、もう基本は夏装備で登れるような状況にはなってます。で、我々は1泊2日で昨日から入って、昨日は茶臼行って、で、小屋、この真下に小屋があるんだけど、茶臼小屋のお世話になって、お泊まりして、で、今日は上高地の方に登ってます。で、昨日ね、風強かったですよね、和野さん。だいぶ稜線はやばかったですね。だから近い方の茶臼行ってきて、今から分岐あるけど、左行くと茶臼、右行くと上高地で、上高地の方が距離も標高差もあるから、昨日は茶臼行ってめっちゃ満足して、で今日は遠い方の上高地行ってきます。それも往復2時間とかだけど、2人とももうめっちゃ軽装備で、重い荷物は小屋にデポってますというところですかね。で、茶臼は300名山に入ってて、上高地は200名山ですけど、なんかね、昨日の印象から言うと、これ100名山って良くないってね、和野さん。ね、そう本当に和野さんめっちゃ感動したから、今回山選んだ私だからちょっとよかったって思ったんですね。和野さん感動しないとさ、なんか私に連れてこられたような感じになるかもしれないから、ちょっと私も嬉しかったです。で、我々は今小屋を出発して、10分経たないぐらいかなね。で、これから1時間ぐらいちょっと上高地までかかるので、歩いて行くということで、ぜひご覧ください。ちょっと行ってきます。もう天気も最高で風も落ち着いてね、行ってきます。We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little
foot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. ここね、花畑って言ってて、でまだ花っていう花は咲いてないんです。もう5月なんで早いんだけど、この花が咲いてるんですよ。この花。皆さんこれわかりますか？これ霜柱で先生もね、そうでこれはあれですよね。確か朝できるやつで、要はこの地面にある水分が朝寒いと凍ってでこういう形になるんだよね。でこれって高山特有のものではなく、高尾山でもね、そういう山でもちょっと冬とか寒い時期だったら普通に見れるんですよ。ね、なんか最初のキノコかなんかに見えるけど、こういうキノコもあるからさ。でもこれって本当に地面の水分です。こんだけ地面に水分があるんだね。はい。で上高地さんもそこあるから、はい。ちょっと頑張って歩いていきますけど、ここ歩くのもかなりパラダイスなので苦労はないけど、ちょっと上りは200メートルぐらいありますね。そこ頑張っていきましょう。改めてこんにちは。ここは私の自宅なんですけれども、今回の動画で着ているこちらのジャケットを皆さんに紹介したいと思います。このジャケットにはね、ロゴがありますので、ミレさんのジャケットだっていうのは分かると思うんですけれども、これはティフォンっていうシリーズのジャケットになります。見た目はすごく柔らかいですよね。そうです。柔らかいですが、実はこれはこう見えて雨具なんです。以前にもこのシリーズは紹介したことがあるんですけれども、今期は新調達ということで、こちらの青、こちらはメンズなんですけれども、手に入れました。今年夏山の雨具はこれでいこうと思うんですけれども、このティフォンという雨具にはいろんな特徴があります。まず1つ目です。柔らかいです。結構雨具の生地っていうのは柔らかさが足りなくて、ちょっとギシギシしてるような感覚はあるかと思うんですけど、これはね、普通のソフトシェルと同じような感覚で着れるぐらいに柔らかいです。これはティフォンシリーズ全体の特徴かなと思います。で、2つ目は防水性です。こちらは雨具ですので、雨が降った時に使えます。もちろんですね。はい。雨具なんですけれども、雨具にしては生地が非常にね、柔らかいので、雨が降る時だけじゃなくて、普通にちょっと肌寒いなと思った時にもこれが使えます。で、3つ目はね、これはあくまでも私の基準ですが、色です。実は私は女子ですが、このジャケットはメンズです。サイズ的に結構メンズも着れたりするので、なんかメンズの方で気に入った色があればそこにしちゃったりもします。そして4つ目の特徴はコンパクトっていうところですね。はい、結構ね、サイズも大きめにしてるので大きく見えるかもしれないんですけれども、軽いですし生地も柔らかいので、このジャケットをこうちっちゃくしてザックに入れると本当にスペースは取りません。そしてもう一つ特徴があります。実は生地がストレッチ性が入ってます。私は結構大きいサイズにしてるので、ストレッチ性がね、そこまでなくても良いんですけれども、サイズがぴったりでもですね、こう動く時にこのジャケットもね、ちょこっとこういい感じに伸びるので非常に動きやすいというのがもう一つの特徴です。で、あと細かいところで言うと、例えばね、ここにこちらがありますので、ちょっと止めたいなと思ったらこう止めることもできます。そしてもう一つの特徴がありました。それがポケットです。両サイドにね、ここにね、結構大きなポケットがついています。中はメッシュになってます。実は私はこのポケットとしてもかなり使うんですけど、換気っていうものとしても使ってます。風が吹くときにちょっとこううまいことポケットから入って気持ちいいです。はい、そんなところかな。で、繰り返しになるんですけれども、これはですね、ティフォンのジャケットのメンズになります。なので女性はこの色はないと思うんですけど、メンズでしたらこの可愛い色があります。
こちらのジャケットの詳細はですね、動画の概要欄に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてください。ではですね、南アルプス上高地岳に戻りましょ風がないところだね。う。もう本当にないね、風がね。あれに登っていくんだね。So caught up in the meter, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the... 今ですね、百名山が連なって3つ見えてます。まずこちら聖、ここが赤石で、こちらは悪沢。3つ仲良しのようにくっついてますね。すごい。はい。ちなみにこの奥は山梨県側、この青く見えてるのは山梨県側で、あとはね、山頂から今御嶽もすごい見えてます。じじゃん、これ御嶽で、これ左がで、右が宇津木岳、中アルプスですね。で、我々はこの分岐にいて、上高地だけの方ですね。ね、天野さん。で、山頂まであと一瞬ですね。もうこの真上が山頂ですね。なので、ちょっと行ってきます。着きましたね。すごい。いい山だわ。ここは南アルプスの昔ながらの小学校が残ってます。はい。というわけで到着しました。でね、花切り団子というわけじゃないけど、ちょっとね、小腹空いたので、これね、抹茶蒸しパンで、うわ、めっちゃいい香りする。めっちゃ抹茶って感じの香りするんだけど、これ実は好きなんですよ。だけど今減量してるから下界では控えてて、ちょっとこれ楽しみにしてました。はい、ちょっと片手で食べれるからだけど、そう、地鶏棒片手にね、今できそう。はい、じゃあ抹茶蒸しパンいただきます。動画正面にでっかい富士山が見えててすごいですよね。うまい。これセブンで買いました。もうセブンが好きすぎて、ちょっとゆっくりしたら景色も皆さんにお見せしますね。めっちゃくちゃすごいからね。もう人工物一切見当たらなくて、360度全て山に囲まれてるっていう、ここがどんだけ山が深いかということがよくわかります。何ですかこの天国。しかも風がないの。ねえ、無風だね。いやー、なんか時々心の中で南アルプスが北アルプスも超えるんだよね。なんか北アルプスはもちろん大好きなんだけど、もうちょっと街に近いんだよね。重走路もすごい整備されてて、こっちの方がもうちょっとこう、これ整備されてるよ。でもなんかもうちょっとこう自然に近いというか違うんだよね。残ってるよね。おひょ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 。というわけで今私は上高地の山頂にいます。標高2803メートル、静岡と、長野の県境にあるかな。で、私の後ろは、百名山が3つ連なってます。聖、赤石、悪沢ですね。ちょっとだけ山頂自体は風はあるけど、そうは強くありません。で、これは200名山に入ってて、あと百高山ですね。日本で最も高い山100個にも入っているので、今日はですね2つもゲットしたというかお得ですね。
でこれで私が登った200-300名山、300のうち146山になります。あとちょっとしたら半分ですね。では、はい、ここまでは長い道のりではありますけれども、最高な景色なので皆さんにお見せします。360度マジで山しかありません。では景色どうぞ。今奥に見えるのは白山、これが白山、次がこちら御嶽、あと中アルプスの宇津木とか、はい、でここまで来ると奥にはさらに北アルプス、白い北アルプス、聖、赤石、悪沢、あとは奥が山梨のいろいろ、そしてここは富士山、こんな感じですね。でさらにこっち来るとあそこちょっと駿河湾が見えてるのと、ここの景色と、あとはじゃじゃん、昨日登った茶臼も見えております。素晴らしいわね。でちょうど一周したんですけど、ほんと人工物遠くにしか見えなくてなかなかですよね。I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark. ライチョさん、こんにちは。こんにちは。ね嫌な声すんね。ねえ、日向ぼっこしてたんだね。もうちょこっとですけど雪残ってる箇所がありますが、ちょっと歩けます。で不安な方はアイゼンとか、アイゼンじゃなくてチェーンスパイクつけた方がいいが、我々は持ってはいるけど本当数分で終わるので、こんな感じで、はい、ここだけなのでつけずに歩いてます。でもうそろそろ小屋に着くかと思います。ライチョ可愛かったね。ねえ、かっこよかったね。目真っ赤だった。そう、男の子の若い子でしたね。はい、というわけで我々は無事にチャウスの小屋の方に戻ってきました。はい、これなんかずれてましたね。でもチャウスも昨日良かったんですけど、今日の上高地も素晴らしい山でした。はい、鉱山の一つだしね。で中層路は危険箇所はなく、迷う箇所もなく、普段通りねちょっとざれてはいるので、そこだけ気をつけていれば無事に帰ってくれるかと思います。でね、下ってたらね3人ぐらい今日朝一出た人がいて、1人はトレランでしたけどもう2人は普通に朝から出たらしくて、すごいなって。ここは一応日帰りコースではありません。泊まっといた方がいいけど、踏ん張れば日帰りでも行けるっちゃ行けるが、標準タイムはなんか16時間とかそれぐらいだったりするんですね。だから本当に軽い荷物で早く上がって早朝に出ればできるかなというところですけど、本当に9時にはもうチャウスは行って上高地向かってる人がいたから、それだったらね間に合いますかね。で我々はもう荷物を普通にこれに戻して、で今からこの素敵なねチャウスの小屋を出ます。ちょっと下山時間も時間だから4時間以内にはしたいけど、ちょっとアップダウンがあるからどこまでそれが辛いかは
まあわからないけどね。ではちょっとそろそろ下山を開始します。というわけで下山開始してたった55分で予告部の小屋着きました。こっから上の小屋まで登るのに3時間半かかったからね。なんだかんだ私が遅くてね。山野さん、めっちゃ早いね下り。時間800のペースですねこれ。すごいね。ねえ800を通して、だから膝が痛いんだよね。膝ちゃんよく頑張ってくれた、ありがとう本当に。ちょっとケアしましょう。痛い。じゃあ下りますか。やりましょう。小屋にね。はい。でさっき別の登山者から聞いたんですけど、この小屋はね裏から開けれるんだって。ねちょっと見に行ってみよう。ね、見に行かないとね。お疲れ様だって。はい、こちらはね正面の入り口のこの横久保川小屋ですね。で我々はここちょっと、見て開いてないねって思ったけど、さっき他の登山者の方から教えてもらいました。誰も中いないけど、そうするとこちらは、立派な小屋がありまして、設置します。はい、こういう風にですね、ここも過ごせます。ちょっと窓がないからちょこっと夜はね真っ暗で怖いかもしれんけど、こんな感じで畳もしっかりて、ブルーシートもしっかりて、これ冬用にね冬季小屋として使えるようにね、なんかこれまであるね漫画もある。ここもそういう小屋ですね。ここも多分静岡県が管理してると思います。ありがとう静岡県。で小屋はですね、ドア開けたら必ず閉めるようにしましょう。動物が入ったり変なことするから。はい、お邪魔しました。で我々はちょっとプチ休憩、5分から10分して、でここから下ります。でさっきは、結構早く下れたので、ここからも早いんじゃないかなと思うんですけど、登り返しが待ってます。やだ。じゃあちょっと休憩します。帰り道です。横久保小屋出て次ウソッコ沢なんだけど、ちょっとウソッコ沢まではアップダウンが多少あるんで、ちょっと大変かもしれない。もうでもウソッコももう近いでしょうね、きっと。ね近そうだね。だいぶ標高落としたし、あとは最後のあれだ、はしごとかかかってたやつ。めっちゃ直道のね、順調に下ってます。こんな感じですね今。よいしょ。ちょっと石ゴロゴロしてるのでね、注意しながら歩いてますね。ちなみにね、カメラ見てないから、もう足元とかね、歩いてるとこ見て、カメラは回してるだけ。階段来ました。もう小屋近いね、すぐそこって感じ。ちょっとここ崩れてるんで気をつけますね。じゃじゃーん、ウソッコ沢です。すぐ着いた。ちなみにね、たまたまですけど2人ともオスプレイでも大体そうなりますよね。泊まりだとね。でこれ今何をしてるかっていうと、あえて日向のところに置いて背中の汗を乾かしてるんです。そうでだいぶね暖かく気持ちよく乾くのでいい感じです。はい。ウソッコ沢から先はこんな道でちょこっと歩いてるね。こういうところはいや気をつけながらね
歩かないとだ。で、橋がいっぱいあったりね、あと。ちょっとこちらにも降りるのが大変な階段があるけど、まあ慎重に行けばね、こうやって気をつけて行けば行けます。で、下は沢。もうバランスだけで引っかかってるだけやで。よし、ラスト橋、そして上り返しだ。やだー、頑張ります。あるな、橋だよ。もう橋が見えた。あとはシャドウちょっと歩きぶつけます。なんかね、やっぱこれ帰りもはソードなんですよ。疲れました。以上です。よし、旗薙大吊り橋。今日揺れてなさそうだな。間違いない。行きますか、じゃあ早速。行きましょう。ねえ、疲れましたね。ああ、昨日はやばかったね、この揺れが。本当にね、飛ばれそう、橋ごと飛ばされそうだった。我々は歩いてます。これはあとダム湖の旗薙湖ですね。で、あと900メートルで着きます。なんか色きれいになってますね、これ。すごい。エメラルドグリーンでね。で、ここ結構人歩いてて、おそらくですけど、あの吊り橋の観光、有名だったみたいで。そう、旗薙大吊り橋が有名らしい。まあ、あと10分ぐらいで着きます。あとちょい。綺麗ですね、ダム湖もね。で、我々は到着しました。駐車場はそこですね。青行くね。というわけで時刻は2時45分ぐらいかな。ちょっと時計の充電切れて今出ないけど、携帯はない。携帯でこれ回してるからね。とにかくですね、まあ3時になってなくて、私たちは無事に沼平ですね。沼平駐車場に戻ってきました。で、最高でしたけど、やっぱり大変です。南アルプスはもうほとんどの山が、特に南の部分は結構長くて大変ですね。だけど、やっぱり上に登るとすごい景色見えるし、後悔はありませんし、で、山の宿泊もすごい楽しいから、我々はすごいハッピーです。で、山野さん今なんか荷物再整理してるんだけど、私一人とりあえず回してます。というわけでこんなもんかな。まあ、ぜひ皆さんも寝てほしいんですけど、ちょっと大変だっていうのはあるかな。危険箇所っていうよりも、ちょっと登山道崩れたり、あとアップダウンがあったり、まあ、そもそも長かったり、この2日で我々は、どれぐらい登ったかって言ったら、累積で3300メートルです。すごい大変ですね、それは。私も今年初のこういう長い、重い宿泊登山だったから、まあまあくたびれたんだけど、まあでも、やっぱりまだ歩けるし、で、まあシーズンだからね、これからちょっと力を蓄えて、頑張ろうと思います。あ、阿波野さんありがとうございました。はい。阿波野さんがね、そうそう、別にいいよ、大丈夫、やってても。はい。まあそう、阿波野さん来てくれました。いい山でしたね。ありがとうございました。じゃあ、ございました。今日ここまでです。いい山でした。はい。次の動画でまたお会いしましょう。我々は今からちょっとご飯食べてきます。食べてないから。なんかそれだー。いただきます。